開け。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆるてらんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回考えたいのは D です。27年を経ても、まだ明かされない D とは何か。普通に考えれば D の意味とは4年前から考えてきたように、ドーン、夜明けがしっくりきますが、今回はぶっ飛んで別の可能性、別のアプローチから D を考えましょう。よろしくお願いします。D とは何か。小田先生は8巻 SBS で D って何？丼ですか？大仏ですか？そのように質問されると、今はまた何も考えず D と呼んでいてください。そのように言っていましたが、D と呼んでいてください。それならば、まずアルファベット D について深く考えましょう。アルファベットはどのように生まれたかご存知でしょうか？アルファベットのルーツはラテン文字であり、そのラテン文字のルーツは古代ギリシャ文字であり、そのギリシャ文字のルーツはフェニキア文字であり、そのフェニキア文字はエジプトの象形文字、つまりイエログリフへとたどり着きます。ポイントは地中海の海洋貿易で生まれた文字、フェニキア文字です。アルファベットのルーツであるフェニキア文字にはそれぞれに意味があります。例えば A のルーツであるアレフという文字はお牛の頭を表しているそうです。以前も考えましたが A のルーツ、お牛の頭はエースのキャラクターデザインに反映されているそうです。エースのデザインは明らかにカウボーイです。つまりは牛飼いですから、エースはちょっとつ猛進の牛のイメージがある。さらにエジプトのヒエログリフで牛の角は新年の始まりを表すといい、エースの誕生日は1月1日に設定されていますから、小田先生はアルファベットのルーツを学んでいるかもしれません。アルファベットのルーツ、フェニキア文字で面白いのはタウです。タウの意味は印、マークと呼ばれ、ワンピースでは印なら×がいい。アラバスタでは仲間の印として海賊機のドクロを表す×印が使われていましたが、フェニキア文字でも×、タウは印、マークという意味なのです。タウはその後、アルファベット T の文字に変化しています。このように、ワンピースとアルファベットのルーツ、フェニキア文字にはかすかながらつながりを見出せそう。それならば、D のルーツとは何でしょうか？ D のルーツをフェニキア文字で探ると、誰と、その意味とは、ドア、扉を開く。D の意味、ルーツとは、ドア、扉を開くという意味なのです。D は半月説など、様々な考察が27年間にありましたが、D というアルファベットの正当なルーツを探っていくと、D の意味とは、ドア、扉を開くという意味にたどり着きます。そして4年前、D とは、ドア、扉ではなく、時代の夜明けを生み出せる一族だろうと考えました。こちらです。この処刑台でロジャーは大海賊時代という時代の夜明けを生み出しました。 D は時代の夜明けを生み出せるようです。59巻で白ひげを倒した黒ひげことマーシャル D ティーチは俺の時代だと高らかに宣言しました。白ひげという時代を終わらせて黒ひげという時代を宣言したわけです。一方ルフィも負けていません。60巻594話ではすぐさまレイリーとジンベエと共に海軍マリンフォードへ出戻り、年の終わりと始まりを意味する16天章を行いました。そこでキラー解説員はその鐘は時代の終わりと始まりの宣言と取れると解説していました。つまりルフィと黒ひげ2人の D は同時に俺の時代だと争っています。 D は夜明けを生み出せる。この夜明けとは実は扉だと解釈できる描写があります。それは頂上戦争でエースが叫んだセリフ。この時代の名が白ひげだ。そう、新時代の前、2年前の時代の名前は白ひげだという。白ひげの名前はエドワード・ニューゲート。ニューゲート、新しい門という意味の名前ですから、時代イコール白ひげならば、時代とは扉、門だと解釈できるのです。すると、モンキー D とは、モンキー D。新しい時代の扉、門の新しい鍵、扉を開く D がルフィなのか。モンスターダンス。やはりルフィは新しい鍵、モンキー D であり、モンスターか。門。ワンピースで門といえばエニエスロビーでしょう。エニエスロビーには正門、本当全門、そして正義の門と3つの門があるため、読み直すととにかく門言っています。門イコールエニエスロビー。エニエスロビーでは鉄の扉をルフィはギアサードでこじ開けていました。そのエニエスロビーでルフィが最初に戦ったのがドアドアのみのブルーノです。やはりエニエスロビーのモチーフはドア、扉、門でしょうか。すると、こちらの動画で解説しましたが、小田先生は落語の手法、逆さ落ちを用いていると考えます。逆さ落ちとは、立場や状況が逆さまになる驚きをオチとして楽しませる落語の手法です。
つまりドアドアのみのブルーノがエニエスロビーにいたなら逆に考えるんだ。 D の意味とは扉を開くならば、エニエスロビーにはやはり D がいたのかもしれません。この考察もすでに4年前に考えちゃいました。こちらです。問題はエニエスの方で、こちらが造語なのでしょう。それはどんな造語なのか、検索しても見つからないエニエスの意味とは。ここでユゼロンは再び D を使います。ワンピースという一かけらに D を足したらドンピース。完成された世界になったように、エニエスにも失われた D を足してみましょう。するとデナイス。それは拒否、拒む、動かす、否定する、デナイスです。エニエスロビーに D を足すとデナイスロビーになるのです。そのイメージとはつまり D を拒否した圧力団体なのでしょう。D が栄えた巨大な王国を滅ぼした跡地、それこそがエニエスロビーの正体だと考えます。これは旧約聖書の神の裁き、天の火によって滅ぼされた都と同じ名前のキングブル、ソドムとゴモラからもわかります。ソドムとゴモラが傷つけられた385話の語呂合わせは都です。800年前 D の一族が栄えていた巨大な王国は神の裁き、それはおそらく古代兵器プルトンによって消し飛んだと考えられます。その跡地に世界政府は D を拒んだ証としてエニエスロビーという名前を付けて司法の島としたのでしょう。別のアプローチから考えてもやはりエニエスロビーは D を排除した場所だと考えられそう。さらに D とはフェニキア文字ではダレットですが、そこから派生して生まれたギリシャ文字ではデルタと言います。D イコールデルタ。ワンピースにおいてデルタといえば3つの正義の門で囲まれたタライ海流の三角地帯でしょう。これも4年前から僕はタライ海流の中央、三角形のデルタの場所、その中央の大渦の底に滅ぼされた王国のかけらの島ラフテルがあると考えていますから D とのつながりを見出せます。またそのギリシャ文字デルタを由来としたロシアのキリル文字の D とは D と書きますが、この D にも注目です。 D の石という単語は154話で初めて登場しましたが、この時ドクター・クレハは生きていたのか D の石は。そうつぶやくと、その同じページでルフィは D の文字の顔芸をしている。やはり小田先生は D のルーツを調べていそう。そのように考えていくと D とはやはり D のルーツであるダレットなのか、それともドーン、夜明けという意味なのか。いや、僕の一押しは1ヶ月前に考えたように D とは大門、 D イコールドア、扉、門、大門のダジャレです。 D イコール大門説はこのように考えました。こちらです。 D イコールデーモン、 D のものとはデーの門、デーモン。もっと深くデーの門、デーモンを考えましょう。デーモンの語源は古代ギリシャの概念である大門と言います。デーモンだけの意味なら悪魔、鬼、精霊ですが、デーモンの語源である大門にはたくさんの意味があります。大門とは神であり悪魔、そして力であり運命、英雄の魂や守り神、人と神の中間的存在、そして鬼や鬼神という意味です。大門とは善でも悪でもない中立な霊的存在の概念です。仲間のために戦うロジャーはまさに鬼と呼ばれていました。さらにデーモンの語源大門を古代ギリシャの言葉ではなく日本語と掛け合わせると、それはヤクザが背負っている大門と重なる。古代ギリシャの大門と日本語の大門のダジャレ。小田先生はヤクザ、人気映画や落語とダジャレが好きですから D イコール大門のダジャレはありえます。大門とはヤクザが代々受け継いでいく紋章、屋号です。ヤクザはこの屋号、大門を仲間の証にしていますから、大門は D の意味と合致しているのです。エース、サボ、ルフィの3人はヤクザのように杯を交わして義兄弟となり、さらに D も授けていました。D がもしも大門なら、このシーンの伏線を回収できます。また大門とは別名、変わり門と呼ぶ。変わり門とは変わり門。D の一族は確かに変わり門ばかりです。それは D の一族との仁義なき戦い。テレレー、テレレー。そしてヤクザの親分、兵五郎にも注目です。兵五郎はなぜかニカに似た姿でした。これも D イコール大門。ヤクザなら伏線を回収できる。ゾロは武士道、サンジは騎士道。ルフィは D、大門を背負うヤクザ門任侠道家。さらにまだあります。大門のダジャレは大門だけではありません。大門の2つ目のダジャレは大問題です。これはロビンの空島のセリフにつながります。彼の名はモンキー D ルフィ。私も興味が尽きないわ。
D。なるほど。長一文字似ておるな。そう。それがきっと歴史に関わる大問題なの。大問題なの。あれが噂の大問題ルーキー麦わらか。大問題ルーキー麦わら。D のものイコールデーのもん。デーのもんイコールデーモン。デーモンイコール大門。大門イコール大門。イコール大問題。これは大問題だよ。古代ギリシャの概念、大門へとたどり着きました。その大門とは神であり悪魔。そして鬼であり鬼神。精霊であり守り神と言います。悪い子は D に食われてしまうぞ。クローバーの兄は D だと名乗って消された。兄、お兄ちゃん、兄ちゃん、お兄ちゃん、鬼。D イコール大門ならば、デーモン、鬼や大門、大問題や大門、4つのダジャレが成立するのです。ドアドアの実のブルーノの見た目もまるで鬼。デーモン、鬼と大門、大問題のダジャレはすでに考えましたから、ここでは D イコール大門のダジャレの可能性を確認していきましょう。D イコール大門のヒントは白ひげことニューゲートでしょうか。ロジャーから白ひげは D の意味を聞いていましたから、ニューゲートイコール大門のイメージが付随していそう。そして白ひげには不思議な歌もありました。海賊白ひげ鬼より怖い。白ひげには鬼とのつながりもかすかですがあります。次に桃之助が大和から D について聞いた時、そこには鬼ヶ島の大門、つまり鳥居の上に祀られていた壊れた街道の竜の像がありました。これも D イコール大門のヒントなのでしょうか。さらに1120話で D について話していたクローバーはバンカーザードの大門、大門の前でエアパンクと話していました。奥には鬼もいます。また、ジョーラが作った意味深なダイイングアート、命の芸術もいわば大門です。このように D イコール大門のダジャレはありえそう。さらに、古代ギリシャの概念大門には運命という意味もあるのですが、ドフラミンゴはローから D をどう思っていると尋ねられると、ドフラミンゴは運命だというのかと言っていました。D イコール大門イコール運命。そして鬼ヶ島でもローは D は運命だと言っています。以上です。今回はアルファベットの D のルーツを探りました。その D のルーツとは扉を開く大門という意味ですから、D とは1ヶ月前に考えたように古代ギリシャの概念、神であり悪魔であり鬼であり運命という意味の大門。それはデーモン、鬼と大門と大問題と大門、4つのダジャレがかかっている秀逸な名前の可能性があります。考察は当たるも八景、外れれば大名八景なのでご容赦ください。ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強を数の理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろゆでろ、一緒に最後まで釈迦じゃないよ。